苦い。140円だったんですよ、コーヒー。25,000ドン。まあまあ安いなって思ったけど、これは、既製品のコーヒーのパックを入れてる日本式コーヒーって言ってる。まあまあ安いから頑張って飲むけど、ちょっときつい。きつい。ドリップしないとやっぱちょっときついな。今日 4日目で、なんか、めっちゃのんびりしちゃってるから、目覚めにいいかも。でもこのカフェ出たらまたカフェ行こうと思ってるから私、ちゃんとしたコーヒー飲みたい。ちょっとこれちょっと、完全燃焼。なんかさ、ベトナムのコーヒーさ、なんか、濃い。ちゃんとしたドリップコーヒーが、運よく当たれば、ちょっとしたっていうか、普通のドリップコーヒーなんだけど、大体ベトナムの甘い、バニラの風味がする、すっごい濃いコーヒー。すっごい濃い。いいかな、あれ。ホテルとか行ってるけど、ちょっと飲むやつ。エスプレッソとはちょっと違うよ。あれをちょっと薄めた感じ。ちょっとトロッとしてないほんでなんか。エスプレッソはなんか飲めるんよ。これなんか渋いっていうか苦いっていうか、えぐみなんかさ、ショート動画さ、やっててさ、なんかさっきコメントを見てて思ったんやけど、なんか私のこと知らん人が多いじゃん、やっぱり。でそもそもなんか、公認不倫って何みたいな。公認不倫というか、その不倫についてすごい、私がそのやってたことについて、なんか勘違いっていうか、決めつけっていうか、なんかそういうのが多いから、ちょっともうそれについて、その何のコメントが嫌かって、不倫全部ダメみたいな。私の解釈、セーマの解釈では、お互いが合意お互いがいいってなったから彼氏作ったっていうのが一応世間の言葉で言ったら不倫っていう言葉が一番わかりやすいから不倫だねって言ってて、で公認不倫っていうのがメディアで言ってたからああなるほど公認不倫がわかりやすいなっていうのでワード使わせてもらっとったけど、まあ不倫イコール悪っていうのがやっぱり私には理解できないし、不倫っていうのは誰かを傷つけとるからダメだよねみたいな、道徳的に人として終わってますねみたいなこと言ってくるんやけど、私たちの場合は合意あったし、じゃあセックスとかを私がセーマにめっちゃ求める、それで関係が壊れるっていうリスクだったからセーマも他でしてきていいよみたいな話で合意になったわけよ。やからむしろそっちの方があの時はお互いにとって良かったし、なんかそれをそうしたことによって相手を傷つけたというより、そうしないことによって2人の関係が壊れることを恐れてそういう風になったっていうのが正しいから、それはなんか違うなって思って、道徳感がとか言われるのすごい嫌で、別に意図的に誰かを傷つけようとかしたくないし、そうだ、まあ、誰も別にそんなことしたい人おらんと思うね。セーマが嫌やったら嫌って言ってたらじゃあセックスしてってなっとったかもしれんけど、嫌っていうのやってたら別れるかなって今は考えれば思うけどね。それでもセックスもできません、別れるのも嫌です、それはわがまま。わがままって思う。でも世の中の人ってみんなそうって言うやん。レスでも浮気は絶対してほしくない、風俗も行かんといてほしい、だけどレスですみたいなグレーゾーンっていうのもあるしね。暗黙の了解というか、別に言っとるとか他でしとるとか言わないみたいな、まあそれをただ言ってただけのことであるみたいな。道徳感がどうとか言われるのはちょっと私筋違いじゃないのかなってちょっと思っちゃってますね。あの人たちの頭の中ではもう完全に合意じゃないみたいな、絶対に嫌だと思ってましたよみたいなすごい決めつけ出てくるから、何が来るのなんで、なんかもうストーリーが出来上がってんの、他のストーリーが違うんやけどなって思って。で今日セーマが出てくらしいんで、家を、寂しいけどな。どう心境は。寂しい。やっぱ寂しいんや、それは。寂しいんだけど今夏希おるからちょっと薄れとるというか、夏希おらんかったらほんまにどうなっとったんやろね。わかんない。わからん。夏希おるからあんまりその緩和されとるとは思うけど、夏希おらんかったら多分寂しいんじゃない、もっと。なんか依存先の負荷やと思うよねこれ。依存先をいっぱいあればあるほど一人のに対しての負荷って減る。まあそれはまあその不倫の時と同じ構造なんだけど、旦那だけに全部行くからしんどいと。だから依存先を彼氏にも作りましたって話で、まあそれは別に人だけじゃなくてもよくて、趣味とか仕事とか、とにかく依存先をいっぱい増やすと。じゃないとしんどくなるやん。で、今だったら夏希がおるから結構分散されとるんかなっていう気はしてるかも。どう？依存先になってしまった。依存っていうのはさ、その悪い意味だけじゃなくって、夏希だって私に一つの依存しとるわけ。で、その依存の意味は別にその悪い依存じゃなくて、頭使ったりするやん。一緒におることで。自分のパワ
を分散してるっていうか、例えば夏希だったら家族とか、他にはなんだろう、家族とか友達、恋人、仕事、趣味みたいな感じで分散でできればできるほどバランスが取れる。一人の人間としてバランスが取れるわけだから、いいことだと思うんだけど。依存っていうか。一個だけの今さしんどすぎだよ。そうなんですよ。向こうもしんどいし、ぶつけられたら。でしょでしょうん、結構今、仕事とか、夏希に対しての重量が重くなっていってると思うけど、100% にはしたらダメだと思うし、私が壊れちゃうよ、それは。夏希もだけど、普通に仕事が成り立たなくなると思うんで、息抜きでゲームしたり、他の友達と遊んだりするべき。そうやね。うん。です。どうなるんやろな、セイマいなくなって。寂しい。そら、一緒にずっと住んどったから、おらんくなってから気づくことあるやろ。夏希は寂しいとか思ったりするの？寂しいという感情があるかっていう。あるに決まっとるやろ。あ意味わからんないけど。いや、どういう時に感じるの？あるやろ。どういう時に寂しいって感じるか。まあでも結構普通にあるけどな。一人になったそんな時？強く見える？それを表に出しとるか出しとらんか。いや、強くないとかじゃないと思うんやけどな。なんか寂しく感じないって人おるやん。言う人おるやん。寂しいって感情ないんよねみたいな言う人おるやん。そう。たまにおる。ほんまに怖いよ、そんな人。寂しいってサイコパス。じゃそれ言っとったら嘘やって思うってことな、付き合ったら。絶対嘘。思わってなる。そんな人間おらんって。それ強がりじゃなくてって思うかも。深く考えてなさすぎて寂しいという感情に気づいてない。自分の寂しいの感情に。うん、これは寂しいという感情なんだって分かってないとか。じゃあ寂しいって感じない人おらんのか、ほんまに。寂しいの感情がない人はおらんやろ。まずいな、この子に。じゃあほんまにまずい。まずい。まずいよ。まあ、文句カフェ行こう。どういう寂しい？私は、なんか、なんだろう、孤独、一人、寂しい。孤独、一人。孤独になって、孤独感じるときかも。頼れないとか、頼る人が今おらんとか、かなじゃない？孤独。あるよ。ある？しょっちゅう？しょっちゅうはない。私より少なそうだなっていう意味やった。あるんって。少ないと思うけど。セラよりは少ないと思うけど、ないことはない。私的に少ないよ。うん。夏希のおかげだけどね。物理的に一緒におる時間が長いから、ほんまに今まで孤独で過ごしてきたんだなと実感しております。実感してる？私。ずっと一人。やから。男の人うんで孤独埋めるのと女友達で埋めるのと違うんやな。どういうこと？満たされる部分が違う。それはそう。女の子とあんまり変わらんでなかったんじゃない？なんか女に対しての方が気使うからしんどいなとは思ってたけど、でも会う人やったらかさみとか、まあ別に楽やから、まあ楽しいし、女の方が気使うかも。慣れで言ったら女の方が不慣れなんやと思う。男の方がまあ適当っていうか楽やな。これ慣れの問題じゃない？回数とか満たされる部分違うっていうのは全然わかるよ、ね。親に対しても違うじゃん、そら。家族とかもちろん違うし、だから親も男も女も追ってほしいなって思うし、ありがたいね。あと仕事仲間っていうのもまた違うし、いろんな人と関わり持つんって大事やと思う。やっぱ人脈とかそんなんじゃなくて、普通にただ居酒屋飲みに行って喋る店主とか、そんぐらいもう一つのなんかコミュニティやんか。そういうのをいっぱい持っとくのがめっちゃいいと思うよ。それが孤独を回避する方法やね。なんかな。まあとにかく寂しいね。狭いなくなるのはやっぱ寂しいね。思い出しとる。どんな生活なるんやろなーって思って。寂しい。待って、何年で一緒するの？5。5年？うん。今6年目。寂しそう。一人になるとね、いいことで言ったらめっちゃ考えられる。けど、その考える時間長かったら、深いとこまで行って出れなくなっちゃうの。なんか思考ラビリンスとか言うらしくて。ぐる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 回って、ラビリンス結局ずっとなんかこう、同じところを回ってるだけみたいな。結論が出ない。出口がない。多分私はずっとそれやって、
考ラビリンスに陥るみたいなのがあったわけ。それが怖い。最近工房に行って全然おらんやん。めっちゃ考えるんだけど、きつい。ちょっときつい。あ、そろそろ帰ってこんかなみたいな。ある。それがじゃあ帰ってこないんです。次の日も帰ってこないですって分かってたら、どうしよう。ライブ配信するかも。どうにかして気紛らわすしかないのかな。わかんない。やだ。別に孤独に支配されたくない。仕事のこと考えて、ちゃんとなんかこう、一番正しい回避方法というか、一番正しい、正常にね。そうそう、健全っていうか、にぐるぐる考えれたらいいんだけど。健全なのは、ちゃんと仕事の目標を立てるとって、それに対してまっすぐ進めとる。っていうのが一番正常で健全で、寂しさとか孤独とか、そんなものに支配されてる時ってダメない。だからダメ。正常な判断ができなくなる。健全じゃない。から、仕事頑張ります。はい、YouTube 頑張ります。ってことですかね。あ、待って、最後に言いたい。気づきなんだけど、やっぱり離婚してめっちゃ良くて、なんか離婚してからめっちゃなんか自分が前向きに健全に動けとると思うよ。めちゃくちゃ。一つこう、重荷を脱いだというか。だからまた今回セイマが出て行ってしまうことによって、もちろん寂しいって気持ちはあるけど、また新しい自分になれるんじゃないかなってめっちゃ思うから、そこはなんか、ちょっと楽しみだし、元気で、いってらっしゃいって感じです。本当にそんな気持ち。うん。だから見てってくださいね、また YouTube。まあでも違うでしょなんか、離婚前と今で、私のこう、どう違う違うと思う。あ、よかった。だから、プレッシャーというか責任なんかななんやろうな、これ。だからね、なんかね、これからももっと晴れ晴れしていくんじゃないチェケラ。チェケラじゃない。ちなみにこの服どう思います？やばい。パジャマあぐらかいてる。パジャマ、ルーブウェイにしか見えない。ダサいって言われたな、つかに。まあ高校生の時に買ったから、顔持ちいいです。はい。ダサいんかな。まあベトナムやから許して、ちょんまげ。ベトナムだったらいい。ベトナムだから許して。ダサい。おむつ。おむつはひどくない？おむつは。